おはようございます。たかしです。本日は10月17日火曜日、ただいま10時33分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきます。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はユーロドル、ポンドドルの相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。なかなか勝てない初心者の方には特におすすめの通貨ペアです。詳細は Twitter のハイライトをご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。大枠ではレンジを考えております。現在安値が 178.5、そして高値が184円というところ、この白の水平線で囲まれた間でのレンジをイメージしております。GMMA は横ばいですので、その間でのレンジですね。ただ上限下限を一応設定はしてますが、上限は最高値の 186.7 付近まで上がっていく可能性もありますので、その辺は注意ですが、今のところ大枠でのレンジを想定してます。冷やしのストキャスティクスは下落中ですので、基本的には上値は重い、そんな印象を持てますね。まだもう少しストキャスティクスの過熱感をある程度解消してくるまで、できれば一番安値圏まで下がってきてくれるといいんですが、もしかすると途中からの上昇、再度ゴールデンクロスして上昇になるかもしれませんが、もう少しストキャスティクス下げるのを待ちたいところですね。ただやはり昨日の動きなんかを見ていても、先週金曜日は下げてきたんですが、昨日はそれに反して上昇してきておりますので、やはり GMMA の青帯を挟んでのレンジ、その値幅がちょっと分かりにくいですが、現在は小さなレンジを作っていると考えますので、大枠ではこの白の水平線の間ですけれども、その中でさらに4時間や1時間足で小さなレンジを作ってきてますね。チャンネル登録してね。では4時間足です。先ほど言っていたレンジがこんな感じですね。少し上抜け、下抜けもしておりますので、当然上抜け、下抜けの可能性はありますが、現在はレンジ上限にありますので、ここからは下落しやすい試合にはなってきます。ただし上限までもうちょっと距離があるので、もう少し上げたところからの下落っていうのをイメージしておきたいんですが、過去にも上抜けをしておりますので、もしこのレンジ上限の黄色のボックス上限ですね、だいたい183円ぐらいですが、ここを明確に上抜けてくれば、184円付近までは上昇していくと考えます。また下落してきた場合ですね、ここ直近の安値、金曜日とか昨日の安値に当たる181円付近、181.3 付近を明確に下抜けてくれば、レンジ下限までの下落。もしレンジ下限を下抜けてくれば、この辺の安値ですね、178.5 とかを目指して下落する可能性があります。ただ、基本的には黄色のボックスの中で動いてますので、下限が181円ぐらい、そして上限が183円ぐらいの大きな枠の中でのレンジと考えておくのがいいと思います。そして現在は GMMA の青帯横ばいですが、昨日の上昇でその上に乗せてきておりますので、もし GMMA 付近で底堅い動きをするのであれば、ここからのレンジ上抜けを考えておきたいです。では1時間足です。1時間足にはトレンドラインを引いております。そのトレンドラインを抜けてきましたので、基本的にはもう少し上昇するだろうというところですね。上限が先ほど言っていたこれ黄色のボックス、先ほど4時間足に描いていたボックスの上限が183円付近にあるので、今ちょっと今朝方から下落中ですが、 GMMA の上にも乗せてきておりますので、 GMMA 付近でサポートされるのであれば、もう一段の上昇で183円までという上昇をイメージしておきたいです。ただし183円を超えてこれるかどうかっていうのはまだ分かりませんので、超えてくればそこの流れについていく、183円を上抜けてからの上昇の流れですね。そして183円付近で上昇が止まるのであれば、そこからの再びレンジ下限を目指しての下落になるというイメージを持っておいてもいいと思います。まずは下落を狙うのであれば、一旦レンジの上限ぐらい、183円ぐらいまで引き付けたいところですね。そしてここからの上昇をイメージするのであれば、1時間足の GMMA もしくは4時間足の GMMA の青帯でサポートされるのを待ってから次の上昇の流れを見ておく、もしくは183円を上抜けてからの上昇というのをイメージしておくといいと思います。では次はドル円の冷やしを見ていきましょう。現在ドル円はほぼほぼ動いていないですよね。ちょっと分かりにくいなと、冷やしで見てもずっと横ばいですよね。なので今は調整の期間かなと、もう少し調整が続くかもしれないなと思ってますが、昨日の動きを見ていてもほとんど動いていない、かなり分かりにくい試合ではあります。ただ基本的には上昇トレンド中、 GMMA の青帯は上向きの上昇トレンド中ですので、まだもう少し上昇する可能性は高いとは思ってます。現在は調整からの次の上昇
昇に向かうタイミングを見ておきたい。ただその中でやはり一旦下落するっていうことも考えられますので、買い足では一度深めの押しをつけに行く可能性も考えておきたいです。では4時間足です。4時間足は赤の平行チャンネルの中で動いている。その中で今センターライン付近で揉み合ってますよね。もうここっていうのは直近の高値150円っていうところも近いので、基本的には上値は重くなるところですね。なので今綺麗に上昇できないし、上げるに上げられない、下げるに下げられないっていうのはこの高値圏にあるっていうのが理由です。まずはこの平行チャンネル、今センターライン付近でうろうろしてますので、しっかりここを超えてくるのを見たいですね。直近の高値の 149.8 付近のこのオレンジの水平線ですね。149.829 というこのラインを明確に上抜けてくれば次のライン 150.1 ぐらいまで上昇するとは考えますけれども、今のところそれを超えられずに、かといって下落するわけでもないので、ちょっと難しいですね。買い足でレンジを作っているので、このあたりですよね。昨日の安値、高値付近でのレンジをまずは想定しておいて、それを抜けた方についていくのがいいかもしれません。では1時間足です。1時間足でイメージする理想の動きっていうのはこの緑の矢印です。今上げるに上げられない、下げるに下げられないので、一度下げてから上昇していくっていうこういう流れですね。こういう流れが起こるのであれば、一旦先ほどの 149.829 というこのオレンジのライン、直近の高値を上抜けるような動きになるかもしれませんが、まずはここでの動き、この停滞している動きを何とかしないといけませんので、一度下に振ってからの上昇になるのか、逆に一度上に振ってからの下落になるのかっていうところを見ておきたいです。で、昨日みたいな分かりにくい動きをしているところ、こういうところでは早めに撤退するのがいいですね。本日ももし昨日みたいな分かりにくい動きをするのであれば、トレードは様子見がいいと思います。上位足が分かりにくい動きをしている時に、買い足5分足とかでトレードをしようと思っても基本的には上下に振らされるだけですので、難しい動きが想定されますので、分かりにくいところではトレードをしないのがいいですね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。有料ノートで日々の相場分析を販売しております。ポストプライムのプライム投稿を切り売りする形での配信です。プライム投稿では情報量が多すぎるという方に向けて投稿の一部を価格を抑えて販売してます。少しでもお得に有料投稿を利用したい方はぜひご利用ください。FX は知識量が勝率を分けます。有料投稿で効率よく知識を増やしてください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。